こんにちは、モネです。今日の動画は私の仕事場になる机周りを作っていく後半戦です。前半戦は備え付けの棚を収納アイテムを使って整理整頓していきました。もうね、かなり長い動画になってしまったので、前編と後編に分けてお届けすることにしました。今日の動画はそんな後編なので、前編が気になる人はこちらの動画をご覧ください。後編も机周りを使いやすく整えていきます。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。前編の動画はちょっとね、近所での工事の音が録音で入っちゃったので、泣く泣く声なしでお届けしたんですが、工事がだいぶ落ち着きまして、後編は声を添えてお送りいたします。前編で机の設置まで完了したので、まずは机についているこの引き出しから取り掛かっていこうと思います。今まで引き出しを上手に使ってあげることができなかったんですよ、私。なので、新しい机では上手に使ってあげたいっていうね、そんな思いもありまして、机の中を区切れるように、みんな大好き無印良品さんの PP デスク内整理トレイを準備しました。何を入れるか全然考えてなかったので、使い勝手の良さそうな細いタイプのものを2つと、ちょっとサイズが大きかったものを1つでね、サイズ違いで買っちゃいました。ちなみに以前の私の机の中はこんな感じになってます。引き出しにとりあえず入れてあるだけなので、見ての通りどこに何があるかわからないぐらいぐちゃぐちゃした状態でした。机の引き出しはやっぱね、机周りの中では一番物を取り出す頻度が多くなるので、毎日使うような一群アイテムだったりとか、どこにあるかわからなくなっちゃうと後々困るような印鑑だったりとか SD カードなんかを入れることにしました。いろんなね YouTuber さんの例に倣って、まずはねペンを収納していきます。マイルドライナーは必ず毎日ね触れてます。1日行動記録表って私は呼んでるんですけど、その記録にマイルドライナーが必要不可欠なんですよね。私が学生の頃のマーカーってやっぱね、蛍光ペンっていうだけあって、すごく色がチカチカしたものが主流だったと思うんですよ。なのでマイルドライナーの柔らかい色合いは手帳で使い勝手が良くて好きですね。買った時は仕切りは使わないかもって思ったんですけど、左から2番目の位置がちょうどマイルドライナーのサイズにぴったりで、きっちり収まるってことを実感してます。仕切りってきっちり場所を指定して固定するためにすごく役立つんですね。引き出しの中で物が動かないって結構私の中では感動ですね。仕切った隣には消しゴムだったりとか、前髪がね邪魔な時に使ってるヘアピンを入れておくのにちょうどいいスペースになりました。あとね、カッターの芯を折る時に危なくないようにするこれ、すごいね、どこのかちょっとわかんないんですけど便利です。これも仕切りでできたちょっとしたここに入れていきます。お次はマスキングテープ。マスキングテープは今机に出しているだけじゃなくて、別の缶にも入ってるんですけど、手帳時間によく手に取るものたちだけを机の中に入れることにしました。私がよく使うマステは黒と金の無地マステで、他にもシンプルな格子状のものだったりとか、ドット柄のものだったりとか、結構ね、黒、金、銀のマステが使いやすくて手に取りがちです。で、あとはマステを貼った時に紙の白色に馴染んでくれる白場でいいのかな、白場がしっかりあるこういうラインだったりとか、フレームに使えそうなもの、
であとは細いマステとイラストが独立してるマステ、こう顔とか動物とか一つずつ切って貼って吹き出しを追加して使うことが多いです。お次はペンやマステを入れたトレイとはサイズ違いのこうちょっとね幅があるものに物を入れていこうと思います。このトレイにはホッチキスだったりとか修正テープのりのようなこう事務的な文具と SD カードだったりとか印鑑を入れます。ザ・事務用品って感じですね。準備してた3つのトレイが埋まりました。この入れ込んだトレイとトレイには入らなかったけど最近ハマってるハンコたちが入ってるスタンプボックスだったりとかメモパッドやあとトゥードゥーリストたちを引き出しに並べていきます。入れてみましたがちょっと隙間ができちゃいましたね。この隙間にまさかのねマステがぴったりでして、これはマステを並べろっていうことですよね。どうでしょう。かなりね整頓できた気がします。過去のね私の引き出しの中からは考えられない進歩じゃないでしょうか。整理整頓はねそんなね得意というより苦手なので、これするといいよっていうアドバイスございましたらぜひご教授いただけたら嬉しいです。机の上にもちょっとした収納を置こうと思います。机の上で使うのはデスクトップオーガナイザーとアルミトレイ。デスクトップオーガナイザーには電卓と捨てるノート、で他にも手続きをしないといけないものっていうのかな、納税のねこう通知書とか区から届く健康診断のお知らせとか、そんな感じの重要な郵便を入れてます。ちょっとね置き場所に困ったんですが、この一段上がった棚に置くことにしました。そしてアルミトレイにも一軍アイテムたちを置いていきます。乾燥対策のバセリン、よく家で笑った瞬間に唇が切れるので塗ってます。あとリスナーさんからはよくご心配の声をいただくんですが、晩年ね鼻づまりなので点鼻薬です。ハウスダストだったりとか杉、ブタクサ、稲、ユリ花粉もダメで、実家ではね帰る連絡を入れるとユリの花粉をわざわざ取ってくれるようになりました。そしてね捨てるノートで使ってる日付スタンプとスタンプパッド、そしてこの無印良品さんの歯ブラシスタンドに一番使う黒のペンを立ててます。もともとペンを立てるためじゃなくて普通に歯ブラシスタンドとして使ってたんですが、思いのほか水垢がこう置く場所と歯ブラシスタンドの境目に出てきちゃって、それが嫌で買い替えてから捨てちゃうのもちょっとねもったいなくてペンスタンドにしてます。トレイに並べておくとそのまま机に置いておくよりもこうまとまりがある感じがして片付いてる感が出てる気がします。私のファッション小物を置いてある場所なんかでもトレイを使ってまして、トレイがあるとねちょっとねメリハリが出て可愛いです。机の上の収納はこの2つですね。テーブルランプを置けば一通り
デスクのセットアップは完成かな。テーブルランプは落ち着きのあるゴールドのものを使ってます。ここからは机の上だったりとか壁、あと本棚ももう少し気分が上がるように飾り付けをしていきます。私ね、ミニマリストのほんと対岸にいるような人なので、好きなものにだけ囲まれた宝箱のような空間が好きなんですよ。なので実用性はね、全然ない。なくても困りはしないけど、気分が上がるものたちを飾っていこうと思います。まずはこの机にある飾り棚。ラジオとか時計とかカレンダーとか、あとはちょこちょこと小物を並べていきます。そしてね、この壁の前にはニコットのマンスリーログのイラストを担当してくれているイラストレーターエミちゃんの動物イラストを飾ります。この絵は彼と一緒に選びました。用意したフレームは確かね、ダイソーだったと思う。IKEA じゃなかったかな。ポストカードやポスターは額に入れるだけで本当にね、一気にワンランクアップしてくれるのでおすすめです。壁にかけるのに使っているのはダイソーの超強力タイプ壁面にしっかり固定ピンフックっていうものです。ピンがね、すごく細いので賃貸でも安心して取り付けることができます。できるだけね、まっすぐ3つを並べたかったので頑張ってね、マスキングテープで目印をつけてみました。一生懸命ね、まっすぐにしようと頑張ったんですけど、最終的にね、ちょっとずれてますが、許容範囲ですね。色のバランスを見てカエルの絵を真ん中に入れてみました。お次は棚ですね。棚の横の柱っていうんですかね。ここはね、今年から買うようになった日めくりカレンダーをつけていきます。そして棚に並べたい小物たちがこれです。こいつはね、最近仲間入りした白クマの貯金箱です。可愛くてね、お気に入り。
これでデスク周りのセットアップは完了です。本当はね、こちらの IKEA のワゴンも整理整頓したんですけど、ちょっとね、動画は長くなりすぎるし、ちょっと私がギブアップっていうことで、また別の機会にこちらの IKEA のワゴンは紹介したいと思います。今日の動画は私の仕事場になる机周りを作っていく動画後半戦でした。仕事はもちろん手帳の時間でもここにいるので、使いやすくはもちろんですが、目で見てもいい感じに木の収納アイテムで揃えることができて私は大満足です。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にマットボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。